この伊勢海老の姿作りなんかね、今回は単品で盛り付けしていますけれど、引っ張ると一緒に背わたが抜けますんで、黒っぽいゼリー状のものが身に残る場合があるんですが、伊勢海老をさばいてお刺身を作ろうかと思います。伊勢海老っていうのはね、海水に浸かった状態で届くか、こうやってね、おがくずに包まれて届くか、どちらかだと思いますので、おがくずに入ってきた場合はね、まずはこのおがくずをきれいに水で洗い流します。きれいにおがくずを落としましたら、ここからさばいていくと。生きたままさばくのは結構かわいそうではあるんですが、エビだとかカニっていうのはね、死ぬとどんどん身がとろけていって、お刺身じゃね、なかなか食べられない状態になってしまいますので、必ず生きた状態のものを締めて、そのままお刺身にするというのがおすすめですかね。これね、生きたままこうやってね、さばき始める方もいるんですけれど、基本的にはね、僕はね、この生きた状態をまず締めてからさばいた方が、なんとなくね、エビも楽かなと思いますので、僕の場合は必ず締めてからお刺身にしております。ちょうどね、ここが三角形になっていまして、この頂点の位置が急所なので、まずはここに包丁を入れてエビを締めますと。それで包丁を入れる際はね、包丁を立てまして強く押せば自然とね、包丁が入りますんで、エビをしっかりと締めてからさばくようにしてくださいと。エビを締めましたら、あとはこれね、ここの薄い膜をね、この頭の境目の膜を切り取ってエビの身を引き抜いて殻を剥いてと、意外とね簡単な作業ですんで、今から紹介していきます。膜を切る位置なんですが、膜を切る位置はお腹側はね、この三角形のこのふんどしっぽい部分、この終わりの位置がこんな感じでね、プニプニっとした柔らかい身が出てますんで、この位置に甲羅に沿うように包丁を入れて膜を切り離すと。そうでね、背中側ね、結構分かりやすいですよね。頭の大きい殻の部分のこの隙間に包丁を入れるだけと。そうで、包丁を入れる際はね、こんな感じでね、殻の内側に沿うように包丁を入れていくと。こんな感じで多少ね、この身を反らせるようにすると、ここにね、継ぎ目が出てきますので、この位置に包丁を入れると。この継ぎ目の位置のちょっと下にね、ここに1本硬い殻があるんで、たまにね、ここに入れちゃう人もいるんですけれど、ここじゃなくて、この1個硬い殻があって、その上の位置に必ず包丁を入れるようにしてくださいと。そうでね、これ包丁はね、そこまで深く入れなくても、この薄い膜を切るようなイメージで軽く包丁を入れれば自然とね、この膜が切れて身が抜けますんで、お腹側に包丁を入れましたら、今度はこんな感じでね、背中側のこの位置ですね、包丁を入れるといった形ですね。お腹と背中に包丁が入りましたら、あとはね、エビの身を持ってこんな感じでね、左右にひねると自然とね、こういった形で伊勢エビの身が抜けますので、そしたらあとは、こちらの殻を剥いて食べるだけと。結構ね、この頭側に身が詰まっているので味噌が残っていたりするんですが、盛り付けにね、こんな感じで使うことが一般的だと思いますので、盛り付けに使った後にね、半分に割って味噌汁なんかにしてもいいと思いますんで、お好みでお使いくださいと。ここからね、この殻を剥いていくんですが、お腹側のこの硬い殻をブチブチとね、包丁で切るだけなんですけれど、包丁で作業してもいいですし、ハサミなんかも作業しやすいと思うので、結構ハサミの方が作業自体は簡単なので、今回はね、ハサミで作業してしまいますかね。バタバタっと小さなヒレみたいなものがついているんですが、これはね、
ついたまま作業しても良いんですが、ちょっとね、動画にすると見づらいと思うので、今回はね、このパタパタを切って作業をしようかと思います。このパタパタはね、ちっちゃければオスで、メスのね、伊勢エビだとこのパタパタがこの2倍ぐらいあるような大きいパタパタをしてますんで、そこでね、オスかメスか見分けられたりしますかね。そう、メスはね、卵を抱えやすいように、このパタパタがね、大きいっていう、今回パタパタ切ったんですけれど、作業としてはこの硬い殻をブチブチっと切っていくと。包丁でやってもハサミでやってもどちらでも構いませんので、作業しやすい方で、エビを剥いてくださいと。ここをね、切るだけなんで、何にもね、難しいことはないので、こんな感じでパチパチと殻を切るだけですね。こっち側、ハサミで切りましたけど、包丁で切る場合なんかはね、こんな感じで身を固定して、一本一本ね、この硬い殻を断ち切っていくと。ハサミでやっても包丁でやってもね、そんなにやることは変わらないと思いますんで、どちらでも作業しやすい方で作業してくださいと。両サイドを切りましたら、あとはね、この殻を指で外していくだけですんで、一番最初のね、ここのちょっと太い殻があるじゃないですか。ここだけはね、若干身が外しづらいので、こんな感じでね、ハサミでも包丁でもちょっとサポートしながら外すと身が綺麗に剥けますんで、そう、最初のね、この1箇所だけはちょっとサポートを入れながら外した方が外しやすいですかね。この最初の1箇所が剥ければ、あとは比較的簡単にパカパカっと身が外れていきますんで、そう、こんな感じでね、もう普通の他のエビと同様にね、殻を剥くことできますんで、尻尾まで来ましたら、あとはね、この部分を包丁でもハサミでも使って切り落として、お腹側の殻は剥けますよと。続いてね、こっちの外側の殻を剥いていくんですけれど、この時はね、僕なんかはね、貝むきを使って剥くんですけれど、貝むきを使わずとも、スプーンでも剥けますし、あとはね、普通に指でも剥けると思うんで、この辺はやりやすい方法で行ってくださいと。でね、剥き方としては、このね、殻の膨らみに沿って、こうね、貝むきでエビの殻に沿わせるように身を外していくと。殻の内側がこうなっていますんで、このね、くぼみに沿って貝むきを使って身を外していくと。なので別にこれね、指でも作業できますし、あとはね、スプーンなんかでも作業できますんで、やりやすい方でね、作業をしてくださいと。尻尾までエビを剥きましたら、最後は軽くね、包丁でサポートしながら殻から身を切り離すと。ここ尻尾の真ん中だけちょっとつなげて、こうね、引っ張ると一緒に背わたが抜けますんで、もしね、ここで背わたが抜けなかったら、こっちからね、真ん中に背わたありますんで、ピッと引っ張れば簡単に抜けますんで、こんな感じの背わたの抜き方もありますよという紹介ですね。残った殻も盛り付けに使いますので、これはね、背わたを取って、きれいに洗っておいてくださいと。お刺身にしていくんですが、これね、この赤い薄皮が身についているじゃないですか。この薄皮はね、意外と硬くて口の中に残る場合があるので、この膜はね、最初に骨抜きを使って取り除いてからお刺身にしますと。そう、これね、エビの状態にもよるんですけれど、脱皮のね、直前だったりすると、この赤い膜がね、結構硬くなっていて口の中に残るので、赤い膜はなるべく取り除いてから、お刺身にすると。ボタンエビだとかね、車エビなんかも結構ね、脱皮の直前だとしっかりとこの薄い皮が残りますんで、それはね、食べてしまうと
まあまあ食感が悪いので、こんな感じでね、ある程度硬い膜を取り除いてからお刺身にすると。エビっていうのはね、結構アクの強い食材でありますので、生食する際はね、軽く洗ってから食べると。洗いにするときはね、まずボウルに酒を少量用意しまして、そこにね、水と氷を加えて、こちらのね、酒入りの氷水でエビの身を洗って食べると。エビの切り方はね、そんなに難しくはなくて、ここね、まず真ん中でエビを半分に割りまして、あとはね、食べやすい大きさ、このサイズだったら3つぐらいに分けて、でそれを先ほど作った酒水で洗ってから食べると。洗う時間がまた難しくて、短いと全然ね、エビのアクが抜けませんし、長いと今度エビの旨味が抜けてしまうと。なのでね、これは好みにもよりますが、僕はね、20秒から30秒ぐらいを目安に取り出すようにしております。アクだとかこのエビの匂いが気になるなんて場合は1分ぐらいはつけても良いとは思うんですけれど、おそらくね2分以上つけるとだいぶねエビの味が抜けてしまいますんで、その辺はねつけすぎないように気をつけてくださいと。エビの身を洗うとね、こんな感じでところどころね、この黒っぽいゼリー状のものが身に残る場合があるんですが、これはね悪くなっているわけではなくて、エビの血液ですんで、なんかゼリー状のちょっと黒っぽい箇所があったら取り除いて、それから食べるようにしてくださいと。頭とねこの尻尾の殻とエビの身を用意しましたら、あとは盛り付けて食べるだけと。盛り付ける際はね、こんな感じで大根だとかでね、ちょっとした台を作っておくと綺麗に盛れますんで、頭に台をかませて、尻尾もねこんな感じで、台を使って高さを出してエビの身を飾ると。伊勢エビなんかは縁起物ですんで、つまなんかもねたっぷり使ってちょっと豪華に見えるように盛り付けるのがいいのかなと思いますかね。今回はね、大葉と、あとこれはきゅうりですね。こちらすだちですね。わさびなんかもね、ちょっと丸々添えたりなんかして、なるべくね器が賑やかになるように盛り付けるのが良いのかなと。この伊勢エビの姿作りなんかね、今回は単品で盛り付けしていますけれど、もしね可能なら大きなお皿にね他の魚と一緒に刺し盛りみたいな形でね、真ん中に伊勢エビがいたりなんかするとかっこいい刺し盛りになるかと思いますので、その辺ねもし機会があったらお試しくださいと。食べる際は塩で食べても美味しいですし、あとねわさびで食べてもお醤油で食べても美味しいので、もうお好みでお召し上がりくださいと。そうで、これ食べ終わったらね、頭は味噌が詰まってますんで、半分に割って味噌汁にしても非常に美味しく食べられますので、この辺はねお好みでお召し上がりくださいと。ということで今回は伊勢エビの姿作りを紹介いたしましたと。さばく時はねこの背中とお腹に包丁を入れるだけで比較的簡単にさばけますので、もしね機会があったらお試しくださいと。今日は以上でございます。